今日はもう一つお話をさせていただきます。仏教では手放すことの大切さも説いています。先ほどは施すことの大切さをお伝えしましたけれども、同じような意味にはなりますけれども、お釈迦様は人生を4つの時期に分けて考えられていました。まず最初は学生期と言います。学生と書きますけれども、まさに我々もそうですね。まずは学校に行っていろいろ勉強して生きていくための基礎、知識をつけていきます。そして2番目は四住期、泊まる住む時期、または家住期、家に住む時期とも書きますけれども、家族を持って社会的な役割を果たしていくという、そういう時期と考えられています。そして3つ目の時期は臨世期、臨住期とも言いますけれども、林に住むと書きます。仏教で言うならば、また家庭から出てですね、自分の求めるその悟りへ向かう、自分がやるべきことをもう一度自分と向き合っていく、そういった時期なんではないかなと思います。そして人生の最終章、4つ目の時期は遊行期と言われます。遊行期というのは旅に出るということなんですね。お釈迦様もまさに人生の最後に旅に出て、旅の途中で亡くなっています。旅というのはどういうことかというと、自分の所有物をどんどん減らしていくという、そういうことであるかなと思います。で、考えてみますと、死ぬ、亡くなるということはどういうことかというと、自分の今まで持っていたもの、所有物を一切合切すべて手放すということなんですね。ですので、旅に出る、人生の最後に旅に出るというのは、そういった最後、死を迎えるための準備でもあるんではないかなと思います。私も四国遍路、歩き遍路に出た時に非常に思いました。とにかく荷物が重いんですね。大きな荷物を背負っていきますので、どう頑張っても30キロ、40キロぐらいしか1日に歩くことができません。荷物がなければもっとたくさん歩けるのかもしれませんけれども、とにかく荷物が少ない方がやはり歩きやすいんですね。で、私の、先輩、私より前に歩き遍路を乗馬した方に、旅に出る前に聞いたのは、とにかく荷物を減らしていけよ、じゃないと歩ききれないぞということを言われました。で、その先輩は軽量に軽量を重ね、考えた挙句に歯ブラシを半分に折るというところまで行き着いたと言っておりましたけれども、それぐらい旅に出るということは、荷物を減らしていかなければいけない、そういうことなのかなと思います。手放すということですね。で、この手放すということで、より人生が生きやすくなっていくっていうこともあるんではないかなということを、この遊行期という、時期が示しているんではないかなと私は思います。我々は物がいっぱいある方がいい、お金がいっぱいある方がいい、そういうふうに考えてしまいがちなんですけれども、それを必要最小限にして手放していくことで、かえって、生きやすくなるということがあるんではないかなというふうに、思います。大正時代にここ須磨寺に尾崎法斎という方が登竜されてました。彼は東大の法学部を出て、そして有名な保険会社の支配人になって、本当にエリート中のエリートとも言うべき人生を歩んでいたわけですけれども、ある日突然その勤めに嫌気がさして、仕事を辞め、そして妻とも別れ、家族とも別れ、無一物の中に身を置いて旅に出るんですね。そして転々としてここ須磨寺に来て、亡くなる前の9ヶ月をここ須磨寺で、大師堂に住み込みながら寺男をして、過ごされています。
この尾崎豊斎という方は自由律の俳句というのを、作りました。自由律の俳句というのは五七五にとらわれない、自分の思いをそのまま、俳句にするというものですけれども、彼の有名な俳句に「咳をしても一人」というのがありますけれども、なんかこう滑稽な響きの中にこう孤独感であったり寂しさ、そんなものも感じさせる独特の世界観であります。ここ須磨寺で読んだ俳句に「こんな良い月を一人で見て寝る」という俳句があります。こんな良い月を一人で見て寝る。皆さんそれぞれにこの句を感じていただきたいと思いますけれども、私は想像するにその当時須磨寺は今よりもっと寂しいところだったんではないかなと思います。周りに建物もなくて、おそらく豊斎さんがおられた大師堂からは須磨の海が一望できて、その上にぽっかりと大きな月が出てですね、その月の明かりが非常にありがたく感じたんではないかなと思います。他に誰もいないところで見る、自分一人だけで見るその月の明かりが非常にありがたく、そして美しく感じたんではないかなと思います。保険会社に勤めていた時のこの忙しくしていた時には、このような月の綺麗さに気づける、時間もなかったかもしれません。無一物の中で、そして孤独に身を置いたことで、この毎日夜空にあったはずのその月の明かりのありがたさというのをしみじみ感じたんではないかなと思うんですね。豊斎さんの俳句にはそのように何でもないこの日常の中のありがたさ、生きていることそのものに対するありがたさというのがにじみ出てる、そう感じる俳句が非常に多いです。で、お遍路さんもそうですけれども、生きているだけ、それだけで素晴らしいんだよ、そういうふうに思うんですね。何か人が決めた価値観、幸せ像に自分を当てはめて、そして不幸だ幸せだと考えて、今勝ち組とか負け組とかいう言葉もありますけれども、そういった世間が決めた価値観に自分の身を置いて、考えるとですね、いつまでたっても自分の幸せというのは得られないかもしれません。人と比べるのではなくて、自分の幸せ、自分が生きていることそのものへのありがたさというものを、感じれる自分でありたいなと思いますし、そのためには、ある時は豊斎さんのように孤独に身を置くことも大事でしょうし、物を手放す、そういったことも大切なんではないかなと思います。あれも欲しいこれも欲しいとなっていると、そのものその心にとらわれてしまって、本来感じるべき生きることへのありがたさであったり感謝の気持ちというのは、忘れがちになってしまうんではないかなというふうに思います。背書きのお話からこの手放すことの大切さということを今日お話ししましたけれども、やはり、誰かに施す、そのことでより人生が豊かになるということがあるんじゃないかなと思います。そして物を手放すということが逆に自分の身を軽くして生きやすくなる、そういうこともあるんではないかなというふうに思いまして、今日はこのようなお話をさせていただきました。またどうぞ、縁日で、またここ須磨寺でお待ちしてますので、またよかったらお参りになってください。今日は長時間ご法話聞いてくださりましてありがとうございました。ようまいでございました。